私が間違っているっていうの？オフィスに響き渡るヒステリックな声。そういうわけでは。歯切れの悪い言葉を返しながら、私は、ああ、厄介な人を怒らせちゃったな、と少しうんざりする。目の前の彼女は怒り心頭という表情でこちらを睨みつけていた。思わず周囲を見回すものの、誰も私と目を合わせてくれない。まあ、そうなるよね。困ったな、と思っていると、何を騒いでいるんだ？という声が。助かった、と思ったのは一瞬のこと。振り返って声を発した人物を見て、私は絶望した。ああ、さらにまずい人が来ちゃったよ。営業部の中谷課長だ。何を隠そう。いや、誰も隠してないけれど、私を睨みつけている彼女の父親である。どうしたんだ？と、自分の娘に事情を問う中谷課長。それに答えて、彼女は微妙に私を悪者にした物言いをする。中谷課長が私からも話を聞くはずもなく、窓際部署の底辺社員が、俺の娘がやることに口出しだと？調子に乗るな。そう怒りをぶつけてきた。それだけならよかったけれど、怒りに任せて中谷課長は私に地方工場への左遷まで突きつけてきた。そんな権利あるんですか？と言いたい気持ちをぐっとこらえて、わかりました。と私は素直に従うことにした。この騒動が後々大きなしっぺ返しとなって自分たちに降りかかってくることを中谷課長もその娘もこの時はまだ知らない。私は近田葵。世間ではそろそろ老舗と認知されるようになった文具メーカー三好に勤めている。入社3年目。昨年在庫管理部に配属された。この在庫管理部、その名前はもとより仕事内容も少々地味め。それゆえか、一部の社員たちからは窓際部署などと揶揄されることがある。特に営業部の面々に。自分たちの仕事が売り上げに直結する営業部は会社への貢献度が数字として現れるのでわかりやすい。しかも会社にとっての顔とも言える花形部署だ。それに比べると社内で黙々と在庫管理をする我が部署は、まあ地味なことは否めない。目を引く活動をするわけでもなく、会社への貢献度も見えにくい。ある意味窓際と呼ばれるのも仕方ないとも思う。けれどそんなことを言うのはあくまでも一部の社員の話。実は会社の中枢にいる人物ほど我が在庫管理部の存在を重要視しているのだ。どういうことかといえば、取り扱っている全商品の動きが最もわかる部署だから。どんな商品が売れているのか、逆に売れていないのか、在庫を見ればすぐにわかる。さらにその傾向をしっかりと分析すれば、売れる原因や売れない要因がちゃんと見えてくる。つまり、売れる商品を生み出すには、在庫管理部の存在は欠かせないということ。だから、在庫管理部に配属する社員は厳選している、との噂も上層部にはあるらしい。じゃあなんで入社3年目の若造がそんな重要な部署に配属されてるんだって？まあ、そこはいろいろ事情がありまして。その話はおいおい。ちなみに私個人としてもコツコツと積み重ねていく作業が合っていると思うので、在庫管理部での仕事はとてもやりやすい。華やかな商品開発部は
性に合わないし、営業部はできれば関わりたくはない。ちょっと厄介で近づきたくない人がいるので、私がなるべく接触したくない人物。それは営業部の中谷課長と、その娘で同じく営業部の中谷舞子女子だ。我が社のトップである三好社長は、公私混同を好まず、基本的にコネ入社は基本させない人物だと言われている。だから、中谷課長の娘である舞子女子が入社した時は、かなり話題になったらしい。舞子女子曰く、コネ入社の事実はないとのこと。私はコネなんて使ってないわ。実力で受かった会社に、たまたま父がいた。それだけよ。彼女が入社してすぐの頃は、そんな言葉を信じる社員もいた。三好社長の性格からして、コネ入社を許すとは思えなかったことが一番。それに加え、営業マンとしての優秀さを上層部にも認められている中谷課長の娘なのだから、相応の実力を持っているのだろう、と周囲は考えたようだ。そう、中谷課長は多少強引な面があるものの、きちんと実力のある人だったのだ。けれど今では、そんな舞子女子の言葉は、あっという間に化けの皮が剥がれ、中谷課長の営業力すら疑問視されるようになってしまった。なぜかと、聞くまでもない。舞子女子と中谷課長の日頃からの言動が、悪い意味で周囲の評価を変えていったのだ。例えば、舞子女子。コネ入社と聞くと、仕事をろくにしないサボり魔なんて姿を想像するかもしれない。けれど、舞子女子はそうではなかった。むしろ、真面目に仕事に取り組む姿は、好感の持てるものだったようだ。ただ、思い込みの強いところがあり、勘違いからミスをすることも多かった。当然先輩たちは、そんな舞子女子を注意したり、アドバイスを送ったりもしたが、本人はそれらにほとんど耳を傾けなかった。自分のミスを認めないプライドの高さも、一度や二度なら、まあ、苦笑いで済む話と言えなくもない。しかし、先輩たちのやり方を古いと決めつけ、見下すような態度を取る舞子女子に、思うところのある人は少なくなかった。それに加えて、中谷課長だ。先輩らが舞子女子に苦言を呈するたびに、しゃしゃり出てきては彼女をかばう。さらに、注意をした先輩に嫌味を言うことは忘れないし、強く彼女に意見した人物に対しては、仕事がやりにくくなるような嫌がらせをすることもあったようだ。そんなことが続き、今では誰も舞子女子に関わろうとせず、彼女がやらかしても見て見ぬふり。余計なことを言って自分の仕事に支障が出るより、黙ってスルーした方が平和だと思っていた。もし彼女のミスで何かあったとしても、どうせ中谷課長がフォローするだろうから放っておこう。それが営業部の総意となっていた。こんな面倒しかない人物に近づきたい奇特な人がいるだろうか。いや、いない。とはいえ、営業部と在庫管理部は仕事上全く接触しないというわけにもいかない。営業はそれぞれ自分が担当するクライアントへ納品する商品の手配を在庫管理部に発注するからだ。例えば、ルーチンワーク化されている発注内容なら、書類を回すだけで事足りるが、新たな契約となれば、打ち合わせの必要も出てくる。それでも、中谷親子が厄介な人たちだという認識は、営業部内だけでなく、在庫管理部でも共有されていたので、彼らの相手をするのはベテラン社員であり、私にその役目が回ってくることはなかった。あの日までは。いやー、この管理システムのおかげで効率が格段に良くなったな。そう上機嫌に言うのは在庫管理部の部長。営業部からの評判もいいし、こっちの作業も楽になったし、一石二鳥だな。
別のベテラン社員も笑顔だ。つい先日、とあるデータ管理システムが実用化された。これはいくつかのデータを入力するだけで、商品の売上予測を立ててくれるというもの。それまで営業予測は、営業マンそれぞれが独自のやり方で弾き出していて、経験やノウハウがものを言う部分だった。けれど、この新しいシステムを使えば、駆け出しの営業でも売上予測を立てることができ、しかもその予測が大きく外れることはない、という優れものだ。実は、考案者は私だ。私は学生の頃、SNS のアナリティクス解析を研究していた。もともとは YouTuber をやっていた友人に頼まれて始めたことだったけれど、案外これが面白くてハマってしまったのだ。コツコツ派の自分の性格にも合っていたのだろう。成果も上がって友人の役にも大いに立ったようだ。そんな経験が日々在庫管理のデータと向き合う中であるひらめきを生み、今回のシステム案を思いついたのだ。評判がいいのは考案者としては嬉しい限り。けれど、このシステムを私が考案したことは、社内的には公表されていない。理由はいくつかあるが、窓際部署と一部で揶揄される在庫管理部の、しかもまだ新人の部類に入る私が考案者だと知れば、システムに対して変なバイアスがかかる懸念があった。システムを使う前から偏見を持って見る人間がいるだろう、と予想されたのだ。もっとも、私自身も目立ちたいわけではないので、考案者を伏せるという上層部の配慮はありがたいものだった。ところが、このシステムが原因でトラブルが発生してしまう。しかも、あの厄介な親子を巻き込んで。ある日、商品の出荷依頼書が舞子助手から回ってきた。それを見て、先輩の一人が首をかしげていたため、私は声をかける。どうしたんですか？依頼書の出荷数がおかしいと思うんだけど。そう言われて、モニター画面を覗き込んでみれば、確かにありえない数値が出ていた。これ、システムに入力するデータを間違えているんじゃないですか？私が指摘すると、先輩はすぐに管理システムを確認する。すると、おそらく入力ミスしたであろう箇所が見つかった。しかし、こちらで勝手に修正をするわけにはいかない。正確なデータを入力者本人に確認しなくては、新たなミスを招くことになるからだ。ちょうど営業部に用事があった私は、ついでだからと軽い気持ちで、舞子女子への修正依頼を請け負った。まさか、こんなことがトラブルになるとは考えもしなかったのだ。中谷さん、こちらのデータにミスがあるようなので、確認をお願いします。舞子助手に出荷依頼書を差し戻すと、彼女はあからさまに不機嫌な声で、ミス？と、こちらを睨んだ。この時点で、あ、ちょっと面倒だな、と思ったのは内緒だ。それを悟られないように、私は笑顔でこう返す。お手数ですけど、正確な数値がこちらではわからないので、お願いします。するとなぜか、バカにしてるの？と、舞子助手は顔を真っ赤にして、ますますこちらを睨みつけてきたのだ。あまりにも予想外な反応を返された私は、え？と、思わず間抜けな声が出てしまう。それがいけなかったらしい。舞子助手は、私が完全に彼女をバカにしていると解釈したようだ。私が間違っているっていうの？オフィスに彼女のヒステリックな声が響き渡った。そういうことではなくて、なんとも歯切れの悪い言葉を返しながら私は自分の迂闊さを反省中だった。ああ、厄介な人だって分かっていたのに。関わったらろくなことにならないって知っていたのに。舞子助手はこちらを睨みつけ、怒りを隠そうともしていない。やばい人を怒らせちゃったな、
途方に暮れて周囲を見回してみたけれど、誰も私と目を合わせてくれない。まあ、そうなるよね。家中の栗なんて誰も拾いたくないもの。でも、困ったなぁ、と思っていると、何を騒いでいるんだと声が聞こえた。仲裁してくれるのかも、と一瞬期待をしたものの、その声の主を見て万事休すだと思った。ああ、さらにまずい人が来ちゃったよ。そこにいたのは中谷課長だった。今も私を睨みつけている舞子助手の父である。どうしたんだ？中谷課長が事情を問うたのは、当然私じゃなく舞子助手の方。それに対して舞子助手も当然私を悪者にした物言いで答える。結果は火を見るよりも明らかで、窓際部署の底辺社員が俺の娘がやることに口出しだと不機嫌全開である。ものすごく面倒と思った私の心の内が伝わったわけではないだろうけれど、中谷課長の怒りはヒートアップしていくばかり。もちろん私の言い分を聞いてくれるはずもなく、調子に乗るなと怒鳴りつけられた。それでもまだ気が収まらない様子の中谷課長は、とある地方工場への左遷を私に突きつけてきた。それを聞いて私は、となる。いくら私が窓際と揶揄される部署のペーペーの平社員だとしても、人事権のない中谷課長に左遷を命じられる言われはない。本来なら反論の一つや二つするところではあるが、私はその左遷命令を受け入れることにした。わかりました。私がそう言うと、中谷課長は満足そうに微笑む。舞子助手を見れば、ざまあ見ろ、と言わんばかりの優越感をにじませていた。周囲にいた営業部の面々は、さすがに気の毒そうな視線を私に向ける。それらすべてを受け流し、私はさっさと在庫管理部へと戻り、上司に事情を説明してから荷物の整理にかかった。そして私は翌日から左遷先の地方工場へと出社することとなったのだ。数日後、長期出張から帰った三好社長は在庫管理部に顔を出した。来春発売の新商品についての契約が無事にまとまり、そのプロジェクトに私を参加させるつもりでスカウトに来たらしい。しかし、私はもう在庫管理部にはいなかった。三好社長は在庫管理部の部長から私がいないことの顛末を聞き、急ぎ営業部へと向かう。ランチタイムもそろそろ終わるかという時間帯。珍しく営業部のメンバーはほぼ全員が揃っていた。そこへ三好社長がやってきて、まっすぐに中谷課長のデスクへと歩み寄る。中谷くん、私の娘はどこだ？問いかけられた意味がわからず、ポカンとする中谷課長。周囲も困惑した様子を隠せない。そんな状況などお構いなしに、三好社長はもう一度、中谷課長に問いかける。私の娘、近田葵はどこなんだ？その言葉に、中谷課長の顔から、すっと表情が抜けた。娘とは、どういうことでしょうか。理解が追いつかないのか、途切れ途切れに返す中谷課長に、そのままの意味だがと、三好社長は、にべもない。近田葵は、私の娘だ。その葵に左遷を言い渡したらしいが、私は君にそんな権限を与えていたかな？いつもにこやかな三好社長からは、
めったに出てこない低い声で告げられる言葉に、中谷課長は思わず身震いをした。でも、名字が。まだ混乱しているのか、ピントの外れた言葉を返す。権田は妻の旧姓だ。私の娘と知られないよう、わざと変えていたんだよ。それまで唖然としていた舞子女子が、よせばいいのに、ここで口を挟んできた。コネ入社だから、窓際部署で遊んでいたのですね。空気を読まない発言に、営業部の面々はもちろん、父である中谷課長すら、ぎょっとした。三好社長は楽しげに、にこりと笑い、舞子女子に向かって言った。あいにくと、私は公私混同が嫌いでね。我が娘といえど、コネなしで入社試験を受けさせたよ。葵がこの会社にいるのは実力だ。ああ、そういえば、君もそうだったね。舞子女子は、さらに空気を読まない発言をしてくる。よせばいいのに。はい、私は実力で、この場所を勝ち取りました。会社の顔であり、メインストリートである営業部に配属されたのも、実力が認められたからです。堂々と言ってのける心臓の強さに、周囲は呆れを通り越して感心している。そうか、実力、ね。だが、在庫管理部の重要性もわからない君に、本当に実力はあるのかな。お勉強とは違うのだよ、仕事は。子供に噛んで含めるような言い方に、不満げな顔をする舞子女子。そんな彼女に苦笑いをこぼしつつ、三好社長は続けた。実力があると判断したから、私は葵を重要な部署へ配属した。そこでしっかり学んで成長してほしいと思ったのは、まあ、親心がなかったとは言えないが。三好社長は中谷課長と舞子女子、二人を見据えて言葉を伝える。中谷くんの日常的な公私混同は目に余る。君が娘を甘やかせるたびに、周囲から人は離れ、君自身の評価を落とし、何より娘から仕事に対する喜びや達成感を奪っていたんだ。気づいているかね？口調こそ穏やかだが、出てくるのは厳しい言葉ばかり。それは舞子女子に対しても変わらなかった。中谷舞子くん、君は人の話を聞かなすぎる。自分が正しいという自信を持ちすぎているからだろうね。アドバイスも苦言も何も届かない。自分が失敗していることすら理解できていないように見るが、どうかな。黙り込む中谷親子。まあいい。君たちの処遇は追って知らせる。いいね。そう念を押して、三好社長は営業部を後にした。ドアが閉まった瞬間、それまで時間が止まったように固まっていた営業部の面々が動き出す。まだショックから立ち直れない中谷親子を置き去りにして、皆、粛々と日々の仕事に戻っていった。一方その頃、私はといえば、本社でのあれこれなど全く知らず、地方工場でのびのびと仕事をしていた。実はこの工場、三好社長が契約を結んできた来春発売予定の新商品にとって欠かせない重要な場所。新商品の重要なパーツの製造を担うことになっているのだ。そのことを三好社長、いや、父から聞いていた私は、中谷課長の言う左遷先がこの工場と知ったからこそ、あっさりと左遷を受け入れたのだ。新商品のプロジェクトに参加することがほぼ確定なことも父から聞いていた私。だったら重要パーツの製造工程を自分の目で見たいと思っていたので、中谷課長の暴走はむしろ渡りに船だったのだ。
それに、実際に工場に何日か通ってみれば、どこかのほほんとした雰囲気が、私はとても気に入った。会社の中枢である本社は、良くも悪くも、ピリピリとした緊張感がある。まして、中谷親子のような厄介な人たちもいて、お世辞にも居心地のいい職場とは言えなかったのだ。葵ちゃん、そろそろ上がっていいよ。今日もご苦労様。工場長に声をかけられ、帰り支度を始めた私。その時、葵と私の名を呼ぶ声がした。工場の入り口に立っていたのは、父であり、会社のトップである三好社長。工場長と打ち合わせがあってな。終わるまで待っていてくれるか？一緒に帰ろう。少しだけ父親の顔を覗かせて三好社長が言う。それなら私も打ち合わせに同席してもいいですか？三好社長。私も娘ではなく社員の顔で返せば、父はすぐにビジネスモードに切り替わる。ああ、もちろんだ。そういった三好社長と共に会議室へ。打ち合わせの間、新商品への期待に私は心を躍らせ、三好の未来に夢が膨らんでいった。会議を終え、工場からの帰り道、私は思い切って三好社長に告げた。私をこのまま工場勤務にしてください。ここで、現場で、新商品の発売までをしっかり見守りたいんです。私の言葉に三好社長は嬉しそうに顔をほころばせ、私もそのつもりだったよ。と笑った。それから私たちは父と娘に戻っていろいろな話をした。都会とは違う大きな夕日が沈んでゆく中を父と二人並んで歩きながら